チョコレートのもっちりボールを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はチョコレートのもっちりボールを作りたいと思います。はい、ということで今回はもちもちっとした食感が癖になる美味しいチョコボールを作っていきたいと思います。材料もとてもシンプルで作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。白玉粉、絹豆腐、ホットケーキミックス、チョコレート、チョコチップ、ココアパウダー。今回はこちらの6つの材料で作っていきます。まずお豆腐はですね、絹豆腐を使うようにしてください。そしてこちら使うチョコレートですが、今回ブラックチョコレートを使っていきます。甘いのがお好きな場合はミルクチョコレートを使っていただいても OK です。こちらのお豆腐に関しましては水切りなどはせずにそのまま使うようにしてください。チョコチップがない場合は板チョコを砕いて使っていただいても OK です。それでは早速こちらの材料で作っていきます。では早速作っていきます。まずですね、こちら生地の中に練り込むチョコレートを包丁で刻んで湯煎で溶かします。で、包丁でね、刻むのが面倒な場合は手で細かく砕いていただいても OK です。では刻んでいきます。はい、このように細かく刻んでください。そして刻んだチョコレートはこのようにボウルに入れてください。そして別のボウルにだいたい60度前後のお湯を張って、そしてこちらのチョコレートを湯煎で溶かしていきます。この時お湯がチョコレートに入らないように注意してください。はい、このようにチョコレートがきれいに溶ければ OK です。では使うまで湯煎に当てておきましょう。では続いて生地を作っていきます。ボウルに白玉粉、そして絹豆腐。まずこの2つを混ぜ合わせます。最初はね、少しポロポロしてるんですけれども、このようにゴムベラで生地をね、押し付けて白玉粉を潰すイメージで混ぜていきましょう。はい、OK です。このように白玉粉の粒がなくなるまでしっかりとこねてください。では続いてここにチョコレートを加えます。そしてココアパウダーも加えましょう。入れたらこれをこねます。で、こちらもですね、生地をこのように押し付けながら混ぜていきます。はい、このようにしっかり混ざれば OK です。では続いてここにホットケーキミックスを加えます。振るわずにそのまま入れちゃって OK です。そしてこちらも同じように混ぜましょう。で、最初はね、このようにパサパサしてるんですが、こちらも同様によくこねていくとひとまとまりになってきます。はい、このように綺麗に混ざれば OK です。今の段階で生地を指で触って指に生地がつかないぐらいですね。そのぐらいの硬さになってれば OK です。この生地の硬さに関してなんですけれども、お豆腐の水分量で生地の硬さが変わってくる場合があります。もしね、指で触った時にまだ生地がつく場合はホットケーキミックスかまたは白玉粉を加えて硬さを調整してみてください。もちっと感をより出したい場合は白玉粉を少しずつ加えて混ぜてください。ただ白玉粉の場合は少しね、ダマになってるので、ある程度混ぜてまだつぶつぶが残る時は5分ほど置いてみてください。そうすると生地と馴染みます。ホットケーキミックスの場合は少しずつ加えてその都度よく混ぜて硬さを調整してみてください。で、逆にですね、ボソボソになりすぎる場合はお豆腐をほんの少しずつ加えながら生地の硬さを調整してみてください。で、このように生地が固まったらここにチョコチップを加えます。そして練り込んでいきましょう。で、もしね、ゴムベラがやりづらかったら手でこねていただいても OK です。はい、OK です。このようにチョコチップを練り込んでください。このね、チョコチップの量はお好みで変えていただいて OK です。では今から丸めていきます。ではですね、一口サイズぐらいの生地を手に取ってください。そしてこれをコロコロ丸めます。できるだけね、チョコチップが上に出てくるように丸めると仕上がりが可愛くなります。はい、こんな感じです。このように丸めてください。出来上がったものに関しましては、このように天板の上にオーブンシートまたはクッキングシートを敷いて、その上に置いてください。それでは同じように残りの生地も丸めていきます。はい、このように丸めました。だいたい3センチぐらいかな。そのぐらいのボウルにしていただいて、今回は13個できました。こちらは丸める大きさによってもね、個数が変わってくると思いますので、参考にしていただけたらと思います。それではこちらを170度に予熱したオーブンで15分焼いていきます。
い、焼き上がりました。このように美味しそうに焼き上がってます。ではこちら粗熱を取ります。はい、これでチョコレートのもっちりボールの完成です。こんな感じに仕上がりました。中身はこんな感じです。チョコレートがぎっしり詰まってもちもちに仕上がってます。召し上がる時にレンジ 600W で10秒ほど加熱していただくと、よりもっちりしっとりな食感に仕上がります。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では手づかみで失礼します。うわ、もっちもちですね。チョコチップもたっぷり入ってます。ではいただきます。もうチョコレートが濃厚で、食感はですね、噛めば噛むほどね、もちっと感が増してきます。外側はサクッとしてるんですけれども、中はねすごくもちもちです。そしてね、このチョコチップの食感がねアクセントになってすごく美味しいです。そしてね、甘さもちょうどいいですね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のチョコレートもっちりボールのポイントです。まずチョコレートなんですけれども、溶かすときは電子レンジを使ってしまうと焦げやすいので、必ず湯煎で溶かすようにしてください。そして白玉粉とお豆腐を混ぜる時のポイントです。混ぜるときはですね、白玉粉の粒をなくすようにしっかり押し付けながら滑らかになるまで混ぜるようにしてください。今回ね、生地にお豆腐を入れてるんですけれども、お豆腐を入れていただくことで冷めてももちもちで柔らかい食感を保つことができます。その後ですね、チョコレート、ココアパウダー、ホットケーキミックスを加えるんですけれども、その都度よく混ぜるようにしてください。で、今回私はね、ゴムベラで混ぜたんですけれども、ゴムベラで混ぜにくい時は手でこねていただいても OK です。そして生地の硬さの目安なんですけれども、指で触った時に生地がくっつかないぐらいですね、そのぐらいの生地の硬さにしてください。こちらの生地の硬さに関しましては、お豆腐の水分量によって変わってくる場合があります。なので、もし硬い場合は少しずつお豆腐を加えて生地の硬さを調整してください。逆に生地が緩くなってしまった時はホットケーキミックスかまたは白玉粉を加えて生地の硬さを調整してみてください。白玉粉で調整する場合は白玉粉がね粒になりやすいので、一度ねある程度混ぜたら5分ぐらい生地を置いて、その後混ぜていただくと綺麗に混ざると思います。その後ですね、チョコチップを入れるんですけれども、こちらはですね板チョコを砕いて入れていただいても OK です。あとはですね、一口サイズの食べやすい大きさに丸めて170度に予熱したオーブンで15分焼いていただけたらと思います。この焼き時間に関しましてはオーブンの種類によって変わる場合もありますので、様子を見ながら焼き時間は調整してみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。もちもちでとても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はもっちりボールのチョコレート味を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。